ティグラノドジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説 Day4 ですね。やっていきたいと思います。さあ、Day4 なんですけど、34対35ということで、まさかの敗北。今回もちょっとクラウス攻め残しというところと、星1があったというところで、Day3 に引き続き敗北になってしまいましたので、初手でね、攻めの5しがね、あった時点で結構厳しい感じにはなってたんですけど、連続の敗戦ですね。嫌ですね。早速やっていきたいと思います。さあ、やっていきましょう。クイヒーライドですね。自分の前回からやっていきたいと思います。そっか、前回になったのか、これは。本当にね、クイヒーライドラできるなら、ここをね、射抜いていく。どういう形で取っていくのかっていうところだけ考えてあげる形。今回はね、シューターをイーグル砲の方にね、刺していくのが強いんじゃないかなと思って、こういう使い方をしていきました。ここちょっとね、対空砲ね、撃たれるのと、金庫の打ち順がちょっとこう、想定とちょっと違ったのもあって、ヒーラーが一体焼かれてしまって、非常に嫌でしたね。からのレイジを置きつつ、相手のクイーンの方までね、処理をしていきたいというところでした。ここでホーミングもう一つヒット受けつつ、ここちょっと迷ってしまった分、これクロークまで使わされてね、さらに、最後ギリギリ回収間に合ったと思うんですけど、もう1個ホーミング受けそうになったのを見て、回収したんですけど、弱いな。これ3体しかいないね。3体しかいないってなると、最初に1体ホーミング、間に合ってるね。間に合ってますね。で、これはレイジタワーを先に解除する用のバルーンと、罠を解除する用のバルーンを先に展開した形です。このシューターがね、もう本当に綺麗にぶっ刺すことができたので、ここでアド取ってますね。クイヒーパートはかなり痛い感じになっちゃったので、こんなとこでレイジ使いたくないですね。結構外周部なんでね、のんきにホーミングチェックのバルーンとかをね、ほぼ使わずにね、甘えたプレイングしてたんですけど、さらにフリーズをかけつつ、結構ね、ないと思ったんだけどね、しっかりここまで綺麗に誘導ができてるので、トームをここで合わせることができましたと。さあ、奥までたどり着いたので、これはモノリスを折るように頑張ってクレート見つつ、クイーンの方もね、見てるような感じになります。両方見てました。ギリギリですが、これはクイーンの方をね、フリーズをかけて延命しつつ、ドラゴンライダー裏で、シューターから出てきたやつですね。活動中。裏の方でキングの方でターゲットを取ることができてます。ウォールブレーカーはここにつけていくことで中心部はケアができるので、あとはね、ロイヤルチャンピオンとキングのフィストが残ってる状況でどうやって前回を取っていくかっていう形なんですけど、早めのフィストでも外周部、さっさと内側入れとやりつつ、キングにね、こっち側なんとかね、対地クロスの竹取りつつ、なんかこの辺に歩いてきてほしいイメージだったんですけど、ちょっと内側入りすぎるところで壁殴ってしまって、そこそここれ時間が厳しいアタックになってるので、初手でリターンの呪文とかも使ってるんだよね。裏でタゲ取れたでしょみたいなタイミングでね、出したんだけど、ちょっと時間ぐらいしちゃいましたね。今回の場合はここから出すのが正解かなと、個人的には思いました。テスラが見えてるっていうところと、リクスキャットもこういう感じでね、テスラが全部ブーメランで落とせるので、初手ブーメラン、ぶっぽ、アーチャータワーを折った瞬間に打ってバック当て回収ができるというところ、キングが逆にね、穴を開けてくれたことでクイーンが外周部流れて、最後回収というところですが、この辺結構ね、最後のヒーローパッドで刈り取るところもかなり大事になってくるので、いい感じに、取れたかなと思います。展開的にはね、かなり渋い感じになっちゃったのは、初手のホーミングでね、ホーミングと対空砲のところのね、クイヒーの管理、ヒーラーの管理っていうところができなかったので、ずるずるとちょっと厳しくなってしまったところを、時間とヒーローの HP を使ってケアしてったって感じかな。さあ、森尾さん、クイヒーラバレー。さあ、ここから2大最強火力のところをクイヒーで突っ込んでいくようなイメージですね。グイ火力ですよ。さあ、6時の方に多分誘導するようなイメージだと思うんですけども、初手レイジ必須なフリーズまで。やばすぎるね。グイ火力。さあ、スニガブしっかりサイドカットしつつ、おでん像の方にスライドしましたね。さあ、ホーミングチェックのバルーンも入れて、くるんと待ってきました。キングがこの後、投石の方に来るのかな。さあ、ウォールブレーカー1回キングを投石の方に入れて、クイーン祭壇のところを狙ってそうですけど、そうですね。1回目はそこついちゃうので、たどり着きました。でも、一回ここはね、
タイミング見て、ホグからのウォールブレーカー。いいですね。ホグでターゲットを取っている間にウォールブレーカーをつけてあげると。しっかり穴が開いていって、内側援軍釣り出しつつ、マルチ IT を打つことができて、火力高いですね。ここはフリーズをかけてからのドリルを展開していくことで、このバトルドリルをケアしていきます。バトルドリルじゃない。モノリスをケアしていくと。ターゲットもここで変わっていきますね。さあ、ここ弾け飛ぶ展開でストライカーを合わせてきますが、タゲ取りがここで変わるので、モノリスのタゲットが一瞬入りましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンを横から刺していって、このイエティストライカーが強い。ウォルブレーカー出したんですけど、この6時のね、よくわかんないとこついちゃいましたね。あとはタウンホールじゃない逆サイドのところをね、食い火でがっつり削っていくことで、ラバルタウンホールだけやればいいよねっていう状況が作れてます。シングル IT がタウンホール周りっていうところもあって、タウンラバリを選択しやすい配置だったので、ここを選んだんじゃないかなと思います。さあ、ロイヤルチャンピオンの投石の方に入りつつ、タウンホールの方をラバルヤでやっていくようなイメージ。テスラムリもセットでどんどん出てきましたね。ポイズンタワーはこっちで拾うことができれば、バルーンパートも非常に楽になってくるですね。さあ、ラストフリーズ、これレイジトームを一気にかけたいかな。ロイヤルチャンピオンまで巻き込んでのレイジトーム。早い感じでね、タウンポイズンは受けちゃうような感じのトームにはなるんですけど、このトーム期間中に一気に防衛節をどんどん飛ばしてほしいというイメージ。トームかからなかったタウンポイズンかからなかった方にヘイストバルーンをかけていって、最終エリアまで伸ばしていくような感じになりましたね。さあ、インビジブルも一応余ってるので、ラスト、とどめのインビジブル刺して、ジジと、初手のね、かなり火力が高いところをね、VP コントロールするの難しいところなんですけど、しっかりやりきりましたね、ガーサス。さあ、2アロ目、クイヒーラバル。クイラバ勢もね、一定数いますからね。さあ、6時の方からクイーン展開して、キングをイーグル区画に入れていくようなイメージですね。リクオデンだ。リクオデンならちょっとオウルは変えた方が良かったところもあると思うんですが、対空砲いきなり撃たれてしまって、オールはね、死んでしまいました。さあ、ここウッドランチャーまで添えて、真ん中マルチ IT とか、この辺をね、ウッドランチャーで見ていくようなイメージですね。ウォールブレーカー使ってた迫撃砲を開けることで、クイーンの出口を作ったイメージになります。さあ、ここ、ロイヤルチャンピオンも追加しつつの一機のトームをここでかけていきますが、ちょっとマルチ IT 打たれ続けるのと、クイーンの方がね、アイスゴレム釣られちゃうので嫌ですね。フリーズかけてからの一機のこれは、リカバリーなんですが、もう一回フリーズ。一応バルーンの方でね、ケアはできてたんですけど、ターゲットの意味合いでね。たどり着けました。逆サイドロイヤルチャンピオンもね、マルチ IT の方まで伸びてますね。できれば投石の方まで伸びていきたいんですけど、インビジブルをね、食い火のために残すか、ロイヤルチャンピオンの方に使うかで、判断、変わってきそうです、今後。使うね、さすがに。いやー、若干浅いけど、たどり着いたので、よしと。食い火の方を、ここ、ストライカーも添えてますが、レイジのみで完封できそう。このままタウンホールまで食い火貫いていくようなイメージですね。リクウォーデン使ってるので、当然ね、しっかりとヒーローパート伸ばしていかなきゃいけません。しっかり残ったところにね、外周のアーチャー出したりとか、この辺もきっちり見えてますね。外周部はスニゴブでカットやりつつ、残ったレイジが2枚あるので、これを使ってタウンホールの方までしっかり誘導したい。外周部切って、いいですね。さあ、アーチャーうまいこと使って、クランジョの方も回収できるようなユニット出してきました。すごい入り込んだ。一気のクロークからのフリーズ使ってヒーラー延命。もうこれはさすがにクイーンは捨てるかな。ポイズンタワーまで降りたので十分ですね。ヘイストからのストライカー、キングのところまでたどり着かせましたが、ちょっとタイミングも遅かったので、間に合わず。さあ、ここレイジ打って、GG かな。さあ、レイジ、いいレイジですね。さあ、裏のベビドラもいい感じにウィズトのタゲを取って、その間に届かしていきつつ、ウォールブレーカーも3枚余ってましたね。いいリクウォーデン。逆サイドからの貫通でした。結構勇気いるプランかなと思うし、タウンホール15でこういう形取ると、クイヒーパートで1つでも事故ると簡単に星1になりますからね、これ。さあ、カズマくん、クイラバ続きますね。廃老人というか、タウンホール真ん中にあるタイプの配置ですね。3時の方からクイヒースタート。
迫撃切ってシューター2時です。2時のこの辺から出していくようなイメージですね。ウォールブレーカー一発使って、フォーミングヒット痛い。いいとこ置いてるね。さあ、ババチェック。さあ、スニゴブまで、すごいとこまで遠征していって援軍つってますね。美味しい。さあ、ホグライダーも追加で、ここで援軍でいきます。さあ、スニゴブからのキングカット入れて、この辺ガットすることで、クイーンをタウンホールの方までね、ウォールブレーカーこれ使って誘導したいというイメージになりますね。が届いていきましたが、クイーンに打たれたことで、1層目の穴だけになってますね。この辺レイジ打たないのはすごいうまいよな。さあ、ここフリーズからのレイジ、ちょっとね、溜めすぎたところもあるので、使いたくないフリーズを使わされちゃいました。クイーンと当たるところもここはレイジに乗ってるので大丈夫。ウォールブレーカーでしっかりここは穴を開けていきます。さあ、イーグル砲飛んできますよ。イーグル砲とモノリスといろんなものが飛んでくるクローク打っていきますが、ここでインビジブル使うんですけど、クイーンが落ちてしまいます。そもそもね、クイーンのコントロールとして入ってないので、成功したとしてもタウンホールは打てない形になっちゃったんですが、ここから全開取ったのはすごいよね、本当に。クイヒー事故ったらほぼ終わりなプランニングですけどね。さあ、中心部一度フリーズをかけつつ、ストライカーも添えて。ちょっとね、早いタイミングになっちゃいましたね。タウンホールのポイズン、合わせなきゃいけないので、ここはトームを使っていきます。さあ、これね、ただ、ポイズンリザード、ウォーデンに採用していることもあって、ストライカーは死んじゃったんですけど、こっちでリカバリーで折ることができてます。いや、これなんで全開になったのって感じなんですけど。リクスケ捕まってる間にウォーデンが射抜いてくれて、ロイヤルチャンピオンがインビジブルに守られて、スニゴ V80、ポイズンターが帰ってきちゃった。が、ディギーが止めてくれる。さあ、クロスボウもディギーが止めますが、さすがにロイヤルチャンピオンは落ちてしまいまして、裏からこれね、いろんなユニットで回収していくんですよね。これ全開まで繋げれるの、ほんとすごいよね。こういう厳しい展開を全開取れるかどうかで本当に変わってくる。さあ、ギリギリですが、最後これ回収しきって、これ拾えるのはすごいな。さすがのリカバリーですね。さあ、ホッサン。リカバリーといえば、ホッサンもリカバリー強い人ですが、いきなりウォーデン出していく。さあ、おでんでしばらくアーチャータワーを打っていって、すごいヤンキーですね。これホーミングがあったら大変なことになってたんですけど。さあ、初手ストライカー突撃艦とヘイストまで使っていって、ここ対地クロスまで降り切りたいようなイメージかな。宝石対地クロスと、おでんの方で追ってきました。さあ、スーパーウィザードでね、タウンホールのところまで届かせつつ、グランジョをして、タウンホールが現れたところを打っていって、やりたかったことはほぼできたかな。これ以上のバリューはね、望めないのです。やりたかったことが全てできたかなというところ。おでんを使ったね、トツトームで、ヘイスト1枚割いてるんですけど、ウォーデンがね、使えないラバルになっちゃうのでね、無敵のバルーンをできるだけ伸ばして、アドバンテージを取っていこうという形でしたね。こういうの結構スーパーアーチャーとかで使われることが多いんですけど、ヘイスト最初に使えるっていうところで。キングに捕まっちゃったところ、ここはストライカー添えて。これマルチ IT ギリギリなんですけど、スパーチャには使えないこのフリーズですよ。スーパーウィザードだからこそ、ここでフリーズ打てるというところでね。さあ、マルチ IT のところは、これ先に折ることができたので、クイーンのクロークを温存することができてます。からの残ったウィズドのところにベビードラ刺しつつ、キングがしっかりタンクしてくれてるので、このままロイヤルチャンピオン、キング、クイーンでね、相手のロイヤルチャンピオンのところまで持っていけそうですね。さあ、ポイズンはこれ、自分のポイズン打ちましたが、ちょっと空振っちゃった感じかな。ターゲットが拾えず、
少しだけラバルパートの展開が早かったですね。それによって、相手のロイちゃん処理ができてない感じになりました。ロイヤルチャンピオン、これはブーメラン打つかな。フリーズ使って、ブーメランかましていって、フリーズがまだ2発残ってるという状況。結局相手のロイちゃんは処理できてないんですけど、防衛施設が先に削れましたね。クイーンも黒く残していって、初手のアドバンテージが非常にでかい。うまい。ガーサス。スミスとツイズラバル。うまいですね。かなりキワキワのインビジブルを打ちつつ、大ゴブリン走っていった。からのターン打ちと。援軍釣る目的はないのでね、タウンホールプラスアルファでその辺削れればいいやっていう感じ。しっかり目的を果たしていきましたが、援軍釣ることができましたと。これは上振れた。アイゴレ外側で処理できるのは美味しいっすね。内側で当たった時にね、結構しんどい感じになっちゃうんですけど。さあ、外周処理を行いつつ、1マス空いてるところからキングと一緒に合流していくような感じかな。ちょっと早いですが、もう展開しましたね。あと、アイゴレの凍結がもう2回ね、あるんで、ちょっと早いかなと思ったんですけど、そこでまあ、あるような場ね。バネで飛んでしまいましたが、悪くないアイゴレのフリーズになったかな。ボールブレーカー、これ真ん中ついたら強いんだけど、しっかり誘導できるかな。さあ、6時の方をロイヤルチャンピオン使ってサイドカットして、がっつり切りたいですね、もっと。フィストを使って、6時切れてないんでこれは流れちゃいますね。あとがっつり切りたかったところではありましたが、ポイズンタワーの、これバルーン結構しんどいな、ポイズンタワーが。ラバルの方で当たっちゃいましたね。なので、トルネードまでラバーストライカー、一気のトーム。これは突撃艦対策なのかな。スパーチャかなんか狙ったような、トルネが外周部にありました。さあ、いい感じにね、ラバ2体入りつつ、フリーズたくさんあるので、あとはガンガン打ってのフィニッシュになりそうかな。マルチ IT が真ん中2本あるんですけど、これヒーローで折れなかったのが結構辛いっすね。ロイヤルチャンピオン延命して、このマルチ IT をロイちゃんで折りに行きつつ、裏はシングル IT なので数で押していきたいというところ。クイーン壁殴ったんで、これはクローク打つまでもなく、ウォーデンが先に折ってくれて、ラバーハンドしっかりタンクをしてくれているロイヤルチャンピオンをフリーズで延命したので、マルチ IT がすでに折れていて、あとは数で押していくような防衛施設のみというところで、クイーンクローク合わせたいかな、もう早めに。壁割ってからにするんですね。さあ、もうユニットどんどん消えてってますが、最後までクロークが残していって、ここでクロークですね。かなり安全というか、無駄打ちになってしまうクロークを避けたようなことかな。そうするとね、残るユニットは少なくなっちゃうんですが、確実に取りに切ったという形でしたね。さあ、本日、ラストアタックです。61天才のラバルで、小賀内さん、バスター型。さあ、アーチャーがちょろんと出てきつつ、対地クロスとモノリスを追っていくような形。キングが3時に展開されていって、バスター使うのは結構珍しいんですが、結構 GS の人はね、このバスターを使ったラバルがね、結構多いので、面白いですよね。結構バスター見ると、GS っぽいなって思う。ロイちゃん3時、キングをここフィストマルチ IT と、ロイヤルチャンピオンをケアするようなイメージ。穴開けからのバスター展開で、投石の方もケアしていって、で、タウンホールの方をこれバスターで見ていくようなイメージですね。中身はゴブリンが入ってます。ジャイアント展開して、ロイヤルチャンピオンのタゲ取りをね、多分ジャイとかで行きたかったところかなと思いますが。ロイちゃんブーメラン。バスターは HP が高いのでタウンホールのところまでなんとか届くことができまして、ロイヤルチャンピオンにインビジブル使って、イーグル砲まで降り切りました。
クイーンの方がね、クローク真ん中で打てんの強いですね。ここシングル IT に合わせない。奥まで使える。ここでクローク使いつつ、クイーンかマルチされると強いんだけど。クイーンちょっと触れましたね。これはいい。オイラバストライカー一機のトームをかけていきましたね。からエアスイもかかってくるので、ここはヘイストで負けないように押し上げて。さあ、テスラ盛りなんですけど、まだ手元にはバルーン16体ありますね。結構もう裏に数でゴリ押しのバルーンを裏刺しちゃってもいい展開かな。フリーズも多分使わないので、多分結構裏フリーズバルーンとかも展開しちゃっていいところかなと思いますが、手元残してますね、まだ。さあ、ちっちゃい AT の方を固めつつ、安定を取ったね、裏も。結局このバルーンが裏を刺す役割になるんですけど、早めにやるとね、時間が短くなるというところで終点を削るという意味合いでしたが。時間が十分あるなら、これでも全然 OK ですね。大量のバルーン残して圧倒的全開。うまいね。いいバスター。はい、というわけでね、終わりまして、デイ4でしたね。4日目もやっていきました。ちょっとね、ここ2戦連続で負けてしまって、攻め残しっていうところと、シンプルに星1っていうところがね、原因の負け方にはなってるので、ちゃんと攻めてくれてる人たちにはね、申し訳ないので、ちょっとメンバー変更も絡めるようなね、感じの対策をしようかなと考えてます。もしかしたらね、それが嫌でね、参加したくなくなっちゃうプレイヤーももしかしたらいるかもしれませんが、ここまでちょっとね、問題続くと、やるしかないかなって感じですかね。はい。とはいえね、せっかく来てくれてる方々のリプレイは本当にレベルが高く、参加しているプレイヤーの特権としてね、全開になってないリプレイもね、他の人たちのプレイを見ることができるっていうのはね、このシリーズにね、参加してくれてる人たちだけの特権なので、全開になったリプレイを何度もね、クラン内から、クラクラのね、YouTube じゃなくて、クラクラで見ることができる。アプリの中から見ることができたりとか、全開になってないアタックでもね、時間切れのアタックとか結構あったり、シンプルにね、ミスになってしまったアタックでも参考になるアタックとかね、結構あるので、その辺はね、視聴者とよりもいい情報が得られるっていうのは当然プレイヤーのところのメリットでもあるので、バッテリーがないので終わります。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。そろ